Free Guy. I really want to kiss you. Is that weird? Listen to me. You're not real. Wait, you let who kiss you? Guy. There's not a button for that. Oh, he found the button. はい、皆さんこんにちは。IGN Japan のダニエルです。今回は8月13日に公開されたフリーガイのゲームクリエイターの見てすぐ感想をいろいろ聞きたいと思っております。今回の番組はフリーガイのタイアップ動画となっております。まずはですね、今回のゲストを紹介したいと思います。まずは鈴木優さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いできますでしょうか。YS ネットの鈴木優です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。次はですね、富山圭一郎さん。はい、去年設立しましたボーカゲームスタジオの富山圭一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その次ですね、佐藤和信さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。同じくボーカゲームスタジオの佐藤和信です。プロデューサー担当してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、これから、皆さんの感想を聞きたいと思うんですけど、まずは、作品の紹介をしたいと思っております。広らしからぬ自由奔放なスタイルとクールで過激なアクションで世界中を魅了したデッドプールシリーズのライアン・レイノルズが何でもありのゲームの世界を舞台に今度はありえないほど平凡すぎる新キャラクターに挑む。ルール無用何でもありのオンラインゲームフリーシティのモブキャラとして平凡で退屈な毎日を繰り返すガイ。ある日彼は新しい自分に生まれ変わるためゲーム内のプログラムや設定を完全に無視して自分勝手に立ち上がるありえないほどいい人すぎるヒーローとしてゲーム史上最大の危機が迫る中果たしてガイには世界は救えるのかということで、皆さん、予告編を見てほしいのと思いますのでどうぞ。 My name is Guy and I live in paradise. I thought I had everything I needed, but then I met her. Put these on. Oh my God! What are these, trick glasses or something? This world, it's a video game. And the guy responsible for this world was going to destroy it. I know this world is just a game, but this place, these people, that's all I have. Thanks, guy. So I'm not gonna be the good guy. I'm gonna be the great guy. Ooh, easy, Tiger. Time's up, bank teller! Nope. I can't die. I'm never gonna die. Free Guy. I really want to kiss you. Is that weird? Listen to me. You're not real. Wait, you let who kiss you? Guy. There's not a button for that. Oh, he found the button. それでは、皆さんの、見てすぐ感想を聞きたいと思っております。まずは、鈴木さん、ネタバレちょっと気をつけながら、そして、そのフリーガイはその、映画作品として、そしてそのゲームらしさについてとか、あとその、NPC、そのモブキャラとその、プレイヤーキャラのその、それぞれのその見せ方について、いろいろ、について、ぜひぜひ教えてほしいと思います。NPC が主役の映画だっていうことでその辺がちょっと面白かったんですけど僕も昔シェンムっていう1っていうシェンム1でたくさんモブキャラを入れてで生活をシミュレーションしたりしてたのでなんか僕のゲームと共通点がとてもあったので面白かったです。ありがとうございます。続いてじゃあ富山さんぜひネタバレを気をつけながらはい、そうですね。ゲームの中の世界だけではなくて、ゲームを作っている舞台とかも登場してきたり、そういった中で意外となんとかしっかりしてるなと思ったというかなんていうんですかね完全にありえないことはないというかゲームの中でもしかしたらありえるのかもみたいなちょっとそういうちゃんとした調べみたいなところがあったりして、そういう視点でもすごく楽しく見ることができたなと思いました。ゲームの世界を理解した上で制作された感が結構ありますね。すごく感じましたね。それはわかりました。佐藤さんいかがですか。はい、まずあと私はエンターテインメント作品としてすごく楽しませていただきました。でかつゲーム私もよく好きで
プレイするんですけど、まあ随所にこれはこのゲームのカットだなとか、何々をオマージュしてるなっていうのがすごく感じられて、探すのがすごく楽しかったですね。はい、なるほど、ありがとうございます。せっかくですので皆さん集まっていただいているので、ちょっとこうより詳しく各メンバーにいろいろお聞きしたいと思っておりまして、まず、鈴木さん、意思のある NPC でいうとやっぱりシェムがすぐに思い出しまして、本作もまさに似てるようなコンセプトというか、シェムですと、各 NPC キャラクターモブキャラクター多いんですけど、基本的にみんな自分の目指していることがあったりして、今回の作品も外の世界にいる皆さんが、フリーシティの中で NPC でありながら、でも外ですと、銀行で働いたり皆さんやることがあるという話なんですね。まずそのコンセプトについてシェムからシェムの開発から見ていかがでしょうか。 NPC のコンセプトはシェムとそっくりですね。一人一人が生活を持ってスケジュール目的を持って生きている。でやっぱり描いてる世界はシェムはそれぞれのキャラクター AI で動かすところまでいかなかったですけども、やっぱりシェム作ってる時は将来 CPU の処理能力とかコンピューターの処理能力上がってきたらぜひ AI にしてで自分で経験積んで今日の振り替えみたいなああいうそのキャラクター同士が反応していくようなものを作りたかったので非常に共感できますね。確かにそう思います。主人公となるガイと彼の仲間たち、NPC のキャラクターたちは、なんていうんですかね、NPC らしさでいうと本作はいかがでした？要は今のゲームらしいゲームだと分かる画面と実写の部分が混在しているのでどっちがどっちか分かんなくなっちゃうようなところもあったんですが、将来的にはそういう風になっていくのかな。どんどんリアルと CG が分かんないぐらいのクオリティになってきますのでゲームの方もね、将来のそのゲームがああいった方向に一つの方向としてあるんじゃないかなと思いましたね。わかりました。では次ちょっと富山さんにいろいろお聞きしたいと思うんですけど、まずごめんなさい、富山さんと佐藤さん一変なところもあるんですけど、サイレントヒルとかサイレン、グラビティデイズこれまでの、関わった作品に結構映画からのインスピレーション、アニメからのインスピレーションいろいろされて、ゲームの開発につながっていると思うんですけど、まずなぜそういった、映画からの影響を受けてゲームに再現したいという気持ちがあったんですか？そうですね。どの作品もなんていうかな、ゲームとしては特にフィーチャーされたことがないけど、僕がすごく好きだったり思い入れがある世界観とかそういったものがあったので、そういったものをなんていうか取り入れていくと、なんていうか、もちろん自分も遊びたいゲームっていうことはっていうかユーザーの皆さんも遊びたいに違いないとか、そういうところがそもそもの動機だと思います。なるほど。あとなんていうんですかね、ゲームならの表現、映画ならの表現通常あるんじゃないですか。これはゲームだったらゲーマーがすぐに分かる、映画だったら映画好きな人は分かる文法とかあると思うんですけど、フリーガイってかなり混ざり合ってまして、その混ざり合いについてはいかがですか？どう感じました？佐藤さん。見て一番最初プッて僕吹き出しちゃったのはあるシーンでガイがジャンプするんですけど、もう目に見えてるものをスカッてするみたいなところがあるんですよ。取れないみたいな。ゲーム的にはコリジョンがないんだなっていうのがすごく分かるのでプッてなるんですけどあの辺がどこまで混ざり合ってうまく融合してお客さんに届くのかなっていうのは個人的にすごい興味がありましたね。はい、なるほどなるほど。富山さんはいかがですか？その混ざり合いについて。そうですね。なんていうかビジュアル的にはやっぱり最近のゲームもすごく実写に近づいているので、そういう意味では
なんていうか本当にゲーム的ななんていうかエフェクトとかそういう派手な場面がごく自然に取り入れられてるなと思ったんですけど、やっぱり思ったのは途中ところどころそのゲームのようなカメラワークみたいなのをちょっとこう意識したような場面とかがあると、やっぱり急にやっぱりゲームらしい見え方をするというか、そういったところがやっぱり映画とすごく普段のゲームと異なるのかなっていうか、こう第三者の視点でそういうものを楽しめていけるのがとかいうことを思いながら見てましたね。結構ゲームですとなんていうんですか、そのゲームの主人公がプレイヤーの意思に合わせてキャラクターは移動するんですけど、ゲームのその世界の中で存在するんじゃないですか、そのキャラクターが他のそのストーリー上設定上なんですけど、その動きが、一応プレイヤーが動かしていることをごまかして、その世界の中で主人公が自分の意思で動いているように見せるのには結構苦労するもんですかね。こう自然に見せるために苦労するんですか？いや、まあそれは苦労というか、特にやっぱり昨今は本当にちょっと目線が合う合わないだけでも不自然に感じたりっていうところで、なんていうか少しすれ違いざまに目で追ってほしいとか、そういうことをゲームの中でもやったりとか、そういう必要があったり、本当にそこ場にいる感じっていうそのキャラクターがみたいなのは確かに常に作っていても大変なところかと思いますね。わかりました。それではちょっとしたクロストークとか皆さんにいろいろお聞きしたいところもありますので、皆さんぜひ自由に答えのある時に答えていただければと思うんですけど、ゲームの中ではその人物としてそのゲームの主人公が、存在するということだと思うんですね。プレイヤーとゲーム内のキャラクターの、関係について本作はそういうふうにうまく表現しているように感じますか？どういうふうに表現されてるんですか？そのプレイヤーとキャラクターの関係。いや、関係っていうか、その NPC が感情を持ったりっていうのは、AI が進んでいくと十分あり得ることかなって。例えばロボットがその感情を持ったりする映画もたくさん出てきてるし、そうするとそういう感情のシミュレーションができるようになってくると、当然プレイヤーがコントロールしてないものが感情の論理をシミュレーションできるようになってきたりすると、人間らしい行動を学習したり、愛とか嫉妬とかそういうものが出てきたりっていうふうになってくるので、そのどこまで今回表現できてるかっていうよりも、将来あるな、出てくるだろうなっていう感じはしますね。結構一つ思ったのは、よく私もオープンワールドゲーム好きなんですけど、やるときは結構いかにもその周りの NPC キャラクターとかそのみんなが普通に生活してるはずなのに、私がずっと主人公としていろいろ邪魔してるというか、特にフリーシティみたいなゲームであれば、いろんな迷惑をかけるんじゃないですか、プレイヤーは。今回の作品も見て、やっぱそのガイとか他のキャラクターたちがいろいろ迷惑をかけてる間に、周りのキャラクターたちがスカッターされたり、ちょっと大変なことになってるとかあって、どんだけプレイヤーたちが迷惑をかけてるのか結構感じました。そのゲーム内の世界に。でもそれはプレイヤーだから楽しんでいいんだと思うんですよ。ただ私もさっき鈴木さんがおっしゃったところすごく興味深いなと思ってて、NPC が感情を持ってきた場合、プレイヤーは逆にその NPC にどういう行動をするんだろうってすごく気になると思うんですよ。例えば私だったら気軽に当然ですけどいじめたり撃てたりとかしないはずになっていくんじゃないかなっていう、だからプレイスタイル自体が進化したりするのかなとか、なるほど。富山さんはいかがですか？そうですね、今いろいろ考えていて、グラビティレイズとかでもモブキャラクターっていっぱい出てくるゲームだったりで、グラビティデイズだとだいぶ迷惑をかけるんですよね。本当にひどいことをひっくり返しますからね。そうですね。奈落に落としたりとか、
まあでも正直ちょっとそのなんだ陰惨にはならないというか、ちょっとそのやっぱり現実を超えるっていう部分でちょっと笑いに転化するというか、現実には起こりようがないからっていうところで、まあそういう描き方をしているけど、まあ、彼らに感情があったらものすごく制作者に怒りを覚えるだろうなと今日見てて思ったりしました。なるほどね。あとはですね、本作に、スナミというでかい大手ゲーム開発会社が存在するんです。もう実際に存在しないものなんですけど、映画作品の中で、はい、その中ですね、タイカー・ワイティティさんが演じるアントワンという社長がいまして、はい、もう結構切りやすい、ちょっとやばい社長ですよね。あとは、キーズとミリーという2人の、インディー開発者みたいな立場である、お二人もいるんですけど、それぞれのその開発者の、描かれ方とか大手ゲームパブリッシャーの描かれ方についてお聞きしたいんですね。まずそこまでそのままゲーム開発者があったらゲーム会社があったらもう本当にやばい世界になると思うんですけど見てでもこういうところはでも確かにあるやなと思う瞬間ありました。佐藤さん。いやさすがに私は今まで見たことないですよあそこまでのは。ただ主人公というか開発者のマインドはすごくどの開発者でも分かる部分はあるんじゃないかなと思いましたね。いや僕ちょっとでも思ったのは映画見てて社長と2人ってかつてきっと仲間だったんだろうけど、その頃どんな関係だったんだろうなとか想像しながら見てたりして、でもう今は僕も自分で会社をやんなきゃみたいな立場になったばっかりですけど、やっぱりなんていうかお金大事っていうかみんながいいものを作り続けるためにお金大事っていう気持ちはあるところで、どこかでなんていうか少しずつもうみんなの守るためにお金が大事っていうのから少しずつ変わっていったりとか、決して最初からなんか私腹を肥やしてやろうぜとか思っているわけではなかったりするんだろうけど、そういったなんか気がつかないうちに変わっていってみたいなそれぞれの立場みたいなことはちょっとシンパシーといえばというか気をつけようっていう感じはありますね。いやでもキャラ相当癖強いんでだんだん悪くなっていくにしても一体何があったんだって感じのぐらいじゃないですか。だからそれは今ほらやっぱり日本はそうまだだけど、海外やっぱり予算がもう100億じゃ足んないとか言い出してると、やっぱり1ヶ月延期しますってもそっか、最初はだからアントも含めて小さい会社からあそこまでのでかいスタジオになったっていう経緯でってことなんですね。倒産するぐらいだったらちょっと嘘ついてでも今出そうよとかいうみんな食えなくていいのかみたいないろいろあったんだろうなとかそっちに同情する人はなかなかいいですけど特にタイカー・ワイティティのキャラクターアントワンが、タイカー・ワイティティも映画の俳優でありながら監督もやってるんじゃないですか、とってもクリエイティブな方であって、やっぱり彼が映画監督である一応クリエイターとしての、考え方もあるかと思うので、その辺の今回彼が演じるゲームの、企業のボスである方の見せ方がそういった路線で入ったのかなと思います。いわゆるクリエイターとしてちょっと飛んでしまったクリエイターが本当にやばいことになったらみたいな、チョイスでそういう風に演じてるのかなと感じたけど、結構笑えますよね。面白いキャラクターだと思いました。かなりリフォルメはもちろんされているけど、なんとなくいてもおかしくないのかなみたいな、なんとなくね、そういうキャラクター性はありましたね。はい。あとはですね、今回詳しくはねネタバレになるので言わないんですけど、イースターエッグとかゲーマーであれば分かる、そしてゲーマーじゃなくても、映画ファンであれば分かるいろんなレフェランスとかあったりすると思うんですけど、具体的に言わないように難しいなんか笑ったところとかあったりするんですか？だってもういきなりフォートナイトじゃないですかフォートナイトっていうのはなんていう、映画の世界がフォートナイトらしいというかオンラインゲームがあるというところもそうですけど、直接フォートナイトへのレフェランスも今回ありますね。
で楽しいと思います。だからね、やってる人とかやっぱりプレイヤー多いし、後ろを通ってるやっぱりね、結構メカニックものが通るだけっていうのがあったりして、やっぱり2本足の戦車というか、そういうなんかそのものじゃないけど、なんかすごくこうなんかゲームらしい感じのものが通るとグッときますよね。ちょっとこのゲームやりてえなみたいなそうですね。あとポータルガン。結構それはいいんだ。どの辺まで触れていいかピンとこないけどそうですね。ポータルガンもグラビティガンも出ましたもんね。はい。やっぱり使ってるとやっぱりゲームの中でも十分シュールな武器なんですけど、武器というかツールなんですけど、映画で再現されるとやっぱりマストバイのアイメですよね。はい。そうですね。すごくちょっと嬉しかったです。もっと使えると思う。高いんだろうね、きっとね。そういうこと。そういったレフェランスだらけで多すぎて邪魔っていうところまではないし、結構そのバランス取ってるかなと個人的に思ってます。確かに忘れた頃に出てくる感じ、いいバランス使ってましたね。皆さん、今回映画の中に存在するフリーシティというゲームがありまして、オープンワールド系のゲーム、オンラインゲームであって、プレイヤーたちが集まって一緒にミッションしたりするようなゲームなんですけど、結構あるようなゲームだと思うんですけど、本作のそのフリーシティはやってみたいなと思うようなゲームっていかがですか？鈴木さんはいかがですか？やってみたいっていうよりもいろんなゲームの要素をたくさん入れて、映画のハイクオリティとゲームらしさっていうのをそのバランスよく作った街っていうか、そういう世界観、で、あとはオープンワールドですから多様性があっていいと思うので、なんか戦闘したい人は戦闘できたり、眺めてたい人は眺めてたりっていう、だから決してその眺める方に今後どんどん行くんではなくて、眺めることが好きな人はそういうジャンルがあっても楽しめるし、でそういうその多様性とかその方向性を示しているものだと僕はちょっと思って見てました。自由が結構高いようなゲームに見えますよね。確かにそう思いますね。富山さんはいかがですか？そうですね。フリーシティ的なゲームというか、ちょっとおそらくモデルにしているようなゲームとか実際あるとは思うので、単純に、あれだけのビジュアルクオリティの世界でって言ったら、もうそれはぜひ体験してみたいなと思うところはありますし、やっぱりその既存のゲームと違うのは、モブの生活感とかそういったところなかなか興味深いので、ちょっとストーカーみたいなことをしてみたりしたら面白そうかなと思いました。はい。佐藤さんはいかがですか？はい。そうですね。多分私が過去ベースになってるそのフリーシティは、過去たくさん遊んできたゲームのタイプのどれかに当てはまるのがかなっていうとはまずはあるんですけど、あんまりそれをじゃあ改めてまたやるかって言われると、どうかなって、そういう状況次第かなと思いました。そうですね。私も結構それ系オープンワールドゲームやるときは、どっちかっていうといろいろ探索したりして、キャラクターたちとインタラクションしたりして、ストーリーを進めなくずっと何時間でも狩りをやったりとか、そういうのは結構私も好みとして好きですので、フリーシティの中でちょっと探索してみたいなっていう気持ちになりましたね。あとは、最近ゲームが好きで、ゲームの実況をやったり、ゲームそんなに興味ないけどゲームの実況をしたりして、そのゲームのその実況シーンがだいぶ最近、増えてまして、エンターテインメントのその一つとして結構大きくなってるかなと思うんですけど、本作で結構ストリーマーとかいろんな方実際にね存在するストリーマーとか忍者さんとかも元 IGN のテリー・ショーツさんも出てるんですけど、そういった人たちがゲームを視聴者に見せる、直接プレイしてもらうんじゃなくて見せるっていうのは結構本作のテーマってあると思うんですけど、結構そのゲームの開発するときにこのゲームは直接プレイされるけどそれだけではなく実況もされるかもしれないというところをどこまで意識しながら開発するのか、いつも気になるところであるんですけど、鈴木さんはいかがですか？
そうですね。昔はそうじゃなかったですけど、今は意識します。どういったこう意識してどういうふうにこう出てくるんですか、実際のそのゲームの作品として。例えば僕が意図を持って作った演出が鈴木はこう思って作ってるんじゃないよとかってあったりしてそれで僕はそれ見ながらそうだったんだと思う。だからやっぱり自由な解釈ってエンターテインメントだから、たくさんあっていいと思うんですよね。でいろんな切り口、いろんな意見とかっていうのがいろんな感想がたくさんあればあるほど、内容はともあれ話題になるし、宣伝になるし、でそのゲームが一人でも多くの人に遊んでいただきたいし、興味持っていただきたいのがクリエイターなので、やっぱりそういうのをどんどん奨励したいっていうか、どんどんやってほしいですね。なるほど。佐藤さんもプロデューサーとしてやっぱそのゲームの、そのプレイされる部分とその主張される部分のその割合とか、どのぐらいこう意識するんですか？私自身はもうここ数年やっぱりもう見られること前提で考えてはいますね。むしろそれは、見た上でこれは触ってみたいって思わせるゲームプレイにしていかなきゃいけないだろうなっていうのは、常々。結構本作、アクション映画であるけど、そういったゲームの要素いっぱい入ってるけど、でも感動的なシーンもあるけどっていう、笑えるところいっぱいあるかと思うんですけど、その映画作品としてはいかがですか、鈴木さん。何でもありのなんていうんですかね、ノンストップでエモーショナルな、どんどん押し寄せてくる。それでなんか内容はおそらくこれから先ゲームが実現していくだろうと思われるものがたくさん入ってるので、その辺がちょっと興味深かったですね。富山さんは笑うところとか感動したところとかあったりしました？そのゲームの世界っていう変わったところを置いても、意外と王道的な恋愛観であるとか、やっぱりヒーローであったり自由を求めて戦うみたいな、そういった、映画らしい王道感っていう、そういうのがすごくいい作品かなと思いましたね。佐藤さんはいかがですか？感動的な部分とか笑えるところとか、アクションエンターテインメントとして。もう最初も言ったんですけど、やっぱりすごくそこがまず楽しくて良かったなと思ってる部分ですね。で加えて言うと、やっぱりちょっと最初はゲーム知らない人が見たらどう思うんだろうと思いながら見てましたけど、やっぱりそこは心配する必要もなく、純粋に没頭できて楽しませていただきました。ありがとうございます。それでは、今回はですね、いろいろフリーガイについて皆さんの感想とか、いろいろすごく貴重な面白い話たくさんいただいたんですけど、残念ながら時間はあれですので、ここまでにしたいと思います。フリーガイは8月13日に公開、もう公開済みということですので、ぜひ皆さん見てほしいなと思います。本当に、面白いアクションたっぷりのある、コメディのたっぷりある、ゲームあるある、映画あるあるような話たっぷり、詰めた映画でありますので、ぜひ皆さん見てほしいなと思います。ということで、鈴木さん、富山さん、佐藤さん、ありがとうございます。そして視聴者の皆さんもここまで見ていただいて本当にありがたいと思います。それでは次回までフリーシティで会いましょう。バイバイ。